さてさて、お仕事で新潟にやってきておりましてね、新潟のホテルを今チェックアウトしたところでございます。午前11時前、新潟駅のね南口になりますけれども、ここからタクシーに乗ってですね15分ぐらいかな、新潟港フェリーターミナルに向かいます。新潟港フェリーターミナルといえばそうです、新日本海フェリーさんでございましてね、ここから北海道小樽行きのね船が出ております。小樽、札幌までね家にやっと帰れると、帰ろうじゃないかということでやってまいりました。外はビュー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 風が吹いておりましたけどね、お時間11時過ぎぐらいです。ちょっとお腹減ったなということで、ターミナルの一番奥にねレストランがあります。まずはこのレストランで腹ごしらえをしようということでやってまいりました。で、新潟といえばあれでしょうということでね、食べることができなかったんです、出張中ね。なのであれを食べるぞと、新潟といえば、へぎそばとこちらタレカツ丼が有名でございます。なんかね、僕の思ってた平べったいカツのタレカツ丼じゃなくて、チキンナゲット状のね、形だけですけどタレカツ丼でしたけどね、美味しかったです。ペロリでございます。お腹いっぱいと。で、チケットをね発券していただきました。今回もスイートルーム001番で貸し切り料金もかかるよということでね、チケットを発券していただきました。でね、本当はね12時発なんです、正午発なんですけれども、この日は到着が遅れてたのと、あとちょっとね低気圧で風がビュービュー吹いとるよということで、出発が2時間遅れ、12時じゃなくてね14時、午後の2時に出発と2時間遅れで、しかも話によるとね、事前アナウンスによると到着がね、本当は朝の4時半なんです。朝の4時半についてもどうやねんっていう話ですけどね、これが4時間遅れまして、朝の8時半に到着しますよと、そういうね事前アナウンスでございました。なんてことをしてるとね、乗っていく船が、新潟港に着いた時にはまだ来てなかったんですけれども、僕がタレカツ丼を食べてる間にね、やってきておったようです。これが今回乗ります新日本海フェリーのアザレアでございます。でね、外にね今船取りに行ったんですけども、寒い寒いってすぐ戻ってきまして、でターミナル2階が待合室になってます。で3階がね乗船口になってますけども、2時間遅れで出港なんでね、あと1時間半ぐらいあります。ってことで、こちらのターミナルの待合所でのんびりと過ごそうということでねやってまいりました。でこちら2階の待合所にはですね、売店と自動販売機とちょっとしたゲームと喫煙所なんかがありました。で面白かったのが、売店に新米入荷しましたっつってね、米売ってたのがなんとも新潟っぽいなという感じでしたけども、このパシフィックヴィーナス客船にも乗りたいななんて思いながら、こちらの待合室でね1時間半ぐらいボケーっと本を読んで過ごしておりました。で、13時15分ですね、いよいよ乗船開始ですよというアナウンスが流れました。やっぱり事前アナウンス通りね、出発が2時間遅れで到着が4時間遅れ、朝の8時半、これはこれで逆に僕は良かったなと思いますけどね朝の4時半にね小樽港に着いてさ、どうしようかなと考えてたんで、8時半だったらもうすぐね電車も動いてますからね、ちょうどええ時間に着くやなんて思ってたんですけれども、この先待ち受けるですね大荒波航海にね、もうどんな恐ろしいことが待ってるかなんて全く気づかずにヘラヘラと乗り込んでまいります。いよいよ乗船でございます。でまず乗船しましたらですね、このスイートルームにはお食事がついておりますんで、お食事の時間をね聞きにインフォメーションカウンターまで伺います。でも13時15分に乗って、お昼ご飯はお昼の13時30分に届けますとお部屋にね持ってきてくれるみたいなんで、もう15分後ですかみたいな感じでね、さっさとお部屋に向かうことにいたしましょう。そうですか。わかりました。さあお部屋はね6階になりますんで、エレベーターで6階に上がっていこうと思います。この乗り込んできたところは4階ですね。4階にインフォメーションがあって、5階にねレストラン等々があります。また後ね詳しくご紹介しますけどね。でお部屋があるのが6階ということで、エレベーターで6階まで上がってまいりました。でこの感じですね。この感じって何やねんって、新日本海フェリーさんだな感がやっぱあるわけですよこの6階の感じとか、1階のねテレビがあって、それを取り囲むようにこう椅子が置いてある配置とかですね、新日本海フェリーさんに乗っとるで感があるわけですで6階にはねお風呂があります。男性用と女性用ね、これ見えてるのは男性用のお風呂ですね。ただ、この後ちょっとね海が荒れ模様でひどかったんで、1時間ぐらいでねもうお風呂使用中止になっておりましたけどね。とにかくまずお部屋に向かいたいと思います。このデッキをずっと歩いていったところ、この001番
このお部屋がね、今回利用させていただきますスイートルームになります。早速中に入ってまいりましょう。ガチャリと開けましたらありましたね。ドアを開けたところにすぐついたてがあるお部屋は広い説ね。そんな説があるのか分かりませんけれども、そういうお部屋です。もうすでに荷物が置いてありますね。2度目これ入場シーンでございました。テイク2でございました。でクローゼットがあって、ベッド、セミダブルのベッドが2台ですね。でベッドに寝転がりながら見るためだけ用のテレビとテレビ台、そしてデスクですね。右側、右下にこれ冷蔵庫があります。カップ類とかコーヒー、紅茶、お茶、ポット、そして電話がありましたね。でこのソファースペース、これが落ち着くわけですよ。ゴロンと横になれるロングソファーと、でその向かい側にはテレビがあります。テレビがね、なんか互い違いに2台置いてあると。でこれリモコン一緒なんでね、ポチッと消すと両方消えるというね、そういう苦難にも襲われましたけれども、テレビが2台あって便利だねというこんなねお部屋です。ストーンと広い感じですね。長方形、複雑な形ではなく、この真四角ではないのかな、長方形っていう感じなんで非常に居心地は良かったですね。でプライベートデッキがついております。このバルコニー、寒くてあんま出ることはなかったですけどね、ちょっと雪が残ってたりしますね。というプライベートバルコニーがございます。そんなお部屋で、もうこれね、波さえ荒れてなければ最高の船旅になるんです。後でね詳しくご説明しますけれども、波の高さ4メーター、最大6メーターという中をね、進んでいくんですけども、そんな中フェリーが進むとどうなるか、そんな動画も楽しみに今からね、見ていただければと思いますが、こちらがお手洗いですね。でこのスケスケ感いっぱいのガラスと、でその逆側にはお風呂でございますね。これが楽しみと言っても過言ではないんですけれども、で、今回のお風呂もですね、お湯がゴボゴボと流れていく穴が開いていないので、肩までしっかりと浸かれる、そんなバスタブでございます。でこのバスタブの横には当然のようにこれです、窓がついておりますね。大海原を眺めながらお風呂に浸かれるよという、そんなお風呂設備でございました。でもね、のんびり優雅な船旅というのは波が荒れているとどうなるんだと、もうさっきから繰り返しお伝えしておりますけれども、今回は波との戦いになりますデスクの上をちょっと見ておきましょうかね。さっきご紹介しましたコーヒー、紅茶、お茶があります。ポットはねもうすでにお湯が沸いてましたね。でフロントにつながる電話とリモコン類、広々としたデスクなんでね、仕事も非常にしやすかったです。で冷蔵庫の中にはお水が2本、用意されておりました。ありがとうございますと。であとクローゼットの中も一応見ておきましょうか。もうなんか空き巣みたいですけどね、あっちこっち開けて回ってねこっち側のクローゼット、右側奥のクローゼットは何も入ってませんよと、ご自分の、荷物とか服とか、しまうのにちょうどいいんじゃないですかと。左側のクローゼットにはバスローブと部屋着ですね、あと金庫、そしてハンガー類なんかが置いてありました。以上でございますもう何の変哲もないクローゼットでございましたと。なことしてましたらね、お昼ご飯が到着しましたね。搭乗船から15分後、お部屋にねお昼が届くんです。これがスイートルームのね、一つのサービスなんですけども、グリルで作ったこのねお昼ご飯、海鮮丼とですねローストビーフと、そして豚汁ですね。であとデザートにグレープフルーツとオレンジでございます。いやー美味しそう。海鮮丼がね結構その海鮮の量が爆発的なボリュームだったんですけども、ペロリですよ、さっきタレカツ丼食べたとこなんですけどね、ペロリといただきました。いや本当美味しかったです、海鮮丼ね。そんなことしてましたらね、14時出港の時間になりまして、デッキに出てみたらこの模様です。さっきあんなに晴れとったのにめっちゃ吹雪いてるやんみたいなね。その吹雪の中手を振ってね、この地上係員の方たちが見送ってくれましたけども、逆に申し訳ないなと思いながらね、この吹雪の中出港してまいります。さてね、出港を見届けた後は船内探索に行きましょう。扉を出て右側、こちら船首部分になりますけれども、船首部分特に何もなかったので割愛ということで、後ろへ向かってね歩いていきましょう。さっきエレベーターを降りたところあたりですね。でお風呂がありますよと。本当はね22時まで入れたんですが、残念ながらね、このあと1時間後に
15時ぐらいかなにもう使用中止が発表されましたよという、そんなお風呂でございました。で、デッキにも出ることができるんですけども、風がものすごい強いですからね、残念ながら閉鎖ということになってます。その隣には、スポーツルーム、ちょっとしたねフィットネス機械なんか置いてあるんですが、こちらはコロナの影響でね、今回は使用できませんということになっております。コロナとあともう低気圧によるダブルパンチという今回の航海なんですけれども、でもね、なかなかできる体験じゃないですからね、これはこれで楽しみに余裕をぶっこいておったのはこの辺りまででしたね。そんな感じで6階を一通り見た後は次5階に降りてまいりましょう。5階にはですね、レストランとかショップなんかがあります。で、ここはレストランですね。白樺。レストラン白樺ですね。お昼のメニューも非常に充実しております。豚丼とかタレカツ丼とかカレーとかね。いやー、美味しそうやなと。もう一回タレカツ丼食べたいなと思ったんですけども、ぐっと我慢しましたね。最近ちょっと太りすぎなんでね、そんな話はいいんですけれども。で、レストランの隣にはカフェがあります。今左手に見えてますね。で、カフェはですね、レストランが空いてない時にちょっと軽食なんか食べられるという場所になってます。その隣がショップです。ショップの入り口にはね、このオリジナルのトレーナーとか T シャツとかタオルとかね、医療品が結構売ってましたね。で、あとは新日本海フェリーさんのこの寄港地のお土産類、秋田とかね、北海道とかね、お土産類があって、さあ僕が目的としてのは一番奥ですよ。このお酒コーナーにじゃじゃんありました。イエイ、素晴らしいね。3579勢ぞろいでございます。レモンドありました。ありがとうございます。ただね、ちょっと船内のね探索をしたいんで、今は買わずに出てまいりましたけどね。で、さらに奥に行くとプロムナードがございます。ここから外を見て、出港間もなくの様子なんですけど、ザバンザバンね、この白波が立っております。堤防に防波堤に打ち付ける白波を見て、すげえなーなんて思いながら、そのプロムナードの一番後ろがデッキになっております。で、デッキにはね、こういう壁、右側ね、壁がずーっとね、アクリルボードかな、あるんで、風がビュービューは吹いてないんですよ。でも、このボードの外に出ると、ブオーみたいなね、ぶっ飛ばされそうになる風が吹いております。ね、低気圧すげえなと、西高東低の威力をですね、改めて感じる、そんな船出でございます。すごい波立ってますよね、これね。まだこれ港の中ですからね。というわけでね、デッキから戻ってまいりました。で、ここがキッズスペースですね。メリークリスマスなんて飾ってますけれども、残念ながらコロナの影響でちょっとね、今閉鎖中ですよということでした。これがね、5階の船内ご案内でございました。さあ次は4階下まで降りていきましょう。で、4階降りてですね、すぐ正面に見えるのが乗船してきた時に立ち寄ったインフォメーションカウンターですね。その前にずらっと弧を描くように白い椅子が配置されております。で、真ん中にはね、ステージがあってテレビなんかがありましたね。ただ誰も見てないと。もうね、船がめちゃめちゃ揺れますよっていうのをみんな分かってますからね。テレビ見とる場合ちゃうでと。はよお風呂入ってご飯食べて、もうはよ寝るでみたいな感じでね、もう船に慣れてらっしゃる方はですね、さっさともうね、寝る準備をされてましたね。そんなアザレア号でございます。で、この奥自動販売機コーナーがあります。アイス、ジュースで、左側お酒、ビールですね。で、日例のこのね、ホットメニューコーナー、台湾飯っていうのが新発売されてました。ルーローファンとはちょっと違うのかな。ピリ辛のひき肉の乗ったご飯みたいな、食べてないんで何とも分かりませんけどね食べたいなと思いながら食べるの忘れてましたと。で、こちらがインスタ映え用の撮影スポットでございます。これでね、写真撮ってる人見たことないですけど、で、船内に大きなモニターがあって、ここでね、船内設備のご案内なんかもされてましたよと。で、階段の裏側というか下というかですね、ここには休憩スペースなんかがずらりとあって、右側今ちらっと人が入っていったのが喫煙スペースですね。で、その他にもね、カラオケとかでいろいろあるんですけれども、残念ながらね、コロナの影響で現在はお休みということで、船内探索この時点でもうね、まっすぐなかなか歩くの難しい状態になってます。めちゃめちゃ揺れてます。なのでさっさとお部屋に戻ろうと階段登ってきました。でね、ちょっとね、船酔いとか乗り物酔いする人にはちょっと辛い映像になるかも分かりませんけれども、どれだけ揺れてるかね、
ちょっと見てみたいと思います。こう外を見た時に後ろ上下にどれだけの振れ幅があるか、こんだけ揺れてますね。おととととととおととととととってなります。この揺れるたんびに、これがね前後の揺れですよね。これと同じぐらい左右も揺れてるんですよ。これがお部屋のバルコニーからねカメラを固定して撮った状態です。水平線が上下しすぎやろと。こんな揺れの中ねお風呂に入るんですよね。やっぱバルコニー出て寒いですからね、お風呂ためて入るでということで、お風呂ためながら外を見ると、まあもうぎっこんばったんというかですね、どんだけ縦に揺れんねんみたいな感じでゆっさ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 揺れとるわけです。でこんだけ揺れるとですね、これ見てください。カーテンが自動的に開いたり閉まったりするんですよジーとかシャーとかですね、ずっとカーテンが開いたり閉まったり開いたり閉まったりしてると。そんな中お風呂が入りましたね。さあお風呂入ろうかなと思ったらね、この状態です。バチャーっつってね溢れるわけですよね。おーこれ大丈夫かと、ね、ザバ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 溢れてね、肩まで浸かる量を入れたのに結局ねこれほっとくと3分の2ぐらいまでねお湯が溢れちゃうんで、もうさっさと浸かろうということで浸かりました。まあ、使ってもこの水面見てください。もう斜めになったりね、なんかもう引き潮のように引いたと思ったらぐわっと増えたりとかですね。こんな揺れの中負けじとお風呂に入って、そしてあれを取り出します。じゃじゃんと、もう負けてられません、ね、荒れた海だろうがなんだろうがね飲むんですよ、レモンド。まあね美味しいんですよね、いついかなる状況でも美味しいのがレモンドでございます。今回は 5% で攻めたいと思います。まあですね、僕結構ね船酔いとか乗り物酔い強いんで、こういうね船が揺れて、それちょっと遅れて湯船のお湯が揺れてみたいな状況で酒飲んでも平気ですけどね、これ乗り物酔いする方はおすすめいたしませんね。良い子の皆さんは真似しないようにしてくださいっていう状況でね、いやーレモンドやでっつってこう飲んでたらですね、まあ船が揺れてね、さあ最後の一口飲もうと思った瞬間事件が起こります。あーっと流されました流されました、ね、ただまあまああんまりねこぼれなかったんで、ごくごくと最後まで飲んでごちそうさまでしたということで、這うようにしてお風呂上がりました。そして2本目突入ですね。やっぱ二軸でチェックするためには2本目ね勘が必要ですから、もう今日はね絶対えらいことになるでと、揺れチェックをした時にねもう確信を持てる、そんな状況です。もう後ろでカーテンがね開いたり閉まったり勝手にしてますけれども、そんな状況で2本目のレモンドをいただいてまいります。まあ本当にさっきも言いましたけどね、乗り物酔い結構強いんで、ただね立ってたら酔っ払うというか酔うなと、座っててギリ、寝転んだらまあまあなんか酔い大丈夫だなみたいな感じでしたけれども、まあボケーっとね座りながらこの頃は余裕でレモンドを飲んでおりました。まあでもね風呂上がりのレモンドはたとえ船が揺れていても美味しいということが分かったのが一つ収穫でございましたはい、というわけで2本飲みましたんで、早速揺れのチェックをしていこうと思います。もうこの並べてる時からねガッタガッタ揺れてますからね。さあ並べ終わりました。あーと、ね、もう前後も左右もぎっこんばったん揺れております多分なんだろうね、高さ的にも3メーター4メーター上下してる、そんなイメージですかね。これでっかいフェリーだからまだいいですけど、ちっちゃい船だったらえらいことなんねやろなみたいな、そんな揺れです。でコロ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 ってねでそのまま落ちていったみたいなね。で前後もみたいな、もうひどいこんな揺れでございます。で下に落ちて絨毯の上、摩擦が多い絨毯の上でもね缶がコロコロしてると、こんな揺れでございます。これが低気圧のパワーです。そんなことしてましたらね、ボリューム満点の晩ご飯が運ばれてきました、もう揚げ物に、あとお魚、そしてエビ焼いたやつですね、味噌味だったかな、焼き魚、そしてシューマイ、ちっちゃいバラが添えられてますね。そしてビーフシチューと、
こってりですね、こってり。そしてエゾシカのテリーヌだったかな、これはね。でピクルスなんかも添えられています。これもまあどっちかというとこってりと、そしてこってりローストビーフと、なかなか船酔いにはパンチの効いたですね、こってりメニューに山盛りのうなぎが乗ったうな丼でございます。肝水でございます。そしてデザートには濃厚なチョコレートと生クリームとピスタチオがまぶされてますみたいなね、そんな濃厚こってりディナーでございます。まあこれね、船酔いする人は多分地獄だと思いますね。うーってなってる時にこってりメニューがたくさん来ますからね。しかしね、さっきから繰り返しお伝えしているように、三半規管がこれ強いのか弱いのかよく分かりませんけども、あんまり乗り物酔いしない私としてはですね、このカーテンが開いたり閉まったりしてる中でも全て美味しくいただきました。ペロリでございますね。丈夫な体というか、乗り物酔いしない体に産んでくれたお父さんお母さんありがとうという感じでございます。ただね、酔わないとはいえね、こんだけ揺れてるともうまっすぐ歩けないし立ってられないんですよね。だからね、もうお酒深酒するのやめてもう寝ようということで、夜のね11時前ですね、寝ちゃうことにしました。でもうね、ベッドに入って部屋の3畳、こう荷物がバンバン落ちまくってます。これ揺れてね、えらいこっちゃでということで、もう寝てしまうことにしました。おやすみなさい。はい、おはようございます。朝の6時前ですね。昨晩と比べると比較的揺れは収まったかなという感じですね。低気圧が過ぎたのか何なのかよく分かりませんけれども、ちょっとマシになったなという感じです。本来だったらね、4時半に到着ですからもう降りてるはずなんですけれども、4時間遅れということで、まだちょっとゆっくりできるねと、いい余暇をいただいた感じですけどね。お風呂リベンジでございます。あんま揺れてないですね。お風呂がザッパンザッパン溢れるなんてこともなく、のんびりお風呂に浸かってですね、朝ごはんを食べに行こうと思います。さっきも言いましたけど、4時半に本当は着く予定だったんで、このアザレアでね、朝ごはんを食べるっていうのは本来ないことなんですよね。だけれども、船が4時間遅れたおかげで朝ごはんが食べられると。これはね、ちょっと船が遅れたことによる収穫でございました。で、スイートに泊まっている人はですね、この朝食、急遽ね、追加された朝食も無料でいただくことができました。いや、ありがたいですね。で、朝食はね、カフェテリア方式になっておりました。で、お盆を取ってですね、ジュースとかサラダとか、必要なものをこう取っていくんですけれども、朝食ですからね。で、しかも急遽決まった朝食ですから、こういうね、プレートメニューというか盛り合わせメニュー、こういうのにしとこうということで、和食の盛り合わせとお味噌汁とご飯、そしてサラダ、こういう健康的な朝食メニューにすることにしました。もともとね、船が揺れててもご飯美味しく食べれる人間なんで、揺れがなくなるとより美味しくいただけるということで、ペロリと朝ごはん大満喫でございました。で、揺れがねマシになったんで、急遽朝のねお風呂も開放されておりましたね。結構皆さんタオルとか持ってね、もうどんどこお風呂に入っておられました。そんなことしてましたらね、小樽港が見えてまいりました。いやー、海はねもう港の中なんで静かですけれども、雪がすげえ降ってますね。この頃北陸からね、新潟とか東北地方、日本海側結構大雪ですよっていう日だったんですけれども、小樽もご多分に漏れずですね、バンバカ雪が降っております。そんな中、帝国通りというかな、4時間遅れの予告通り8時半に小樽港に到着いたしました。というわけでね、荷物をまとめて下船してまいります。いやー、今回のね船旅、この揺れ、本格的なね荒れた海を体験するというね、いい機会になりましたけども、乗り物酔いは比較的ね、さっきからしつこく言ってますけど強いんで大丈夫でしたけれども、こんだけ揺れると立ってられないんだなっていうことが分かりましたね。揺れて気持ち悪いとかいうよりも、もう立ってられないし、まっすぐ歩けないんですよね。何かに捕まんないと移動できないみたいな、そこがね新たな気づきでしたね。揺れて気持ち悪くなるだけでしょとか思ってたんですけども、それどころじゃなかったですね。歩けないということが分かりました。
ね、だからね、海の仕事をしてる人ってすげえななんてね、改めて思った、そんな船旅でございました。で、8時半にね、小樽港に到着ということで、もう外は明るくなっております。本来はね、4時半に到着ですからね、真っ暗なとこ到着するところを、幸か不幸か4時間遅れたので、8時半に小樽港に到着です。で、ここから連絡バスは、残念ながらこの時間はありませんでした。ただ、小樽が近所ですからね、観光地の小樽が近所ですから、タクシーはね、たくさんその辺走ってますんでね、タクシーアプリとか、あと電話なんかすればね、すぐに来ていただけます。そんな感じで私もね、タクシーを1台お願いしまして、近所の小樽築港駅までね、ここからタクシーで、どれぐらいかな、5分かからないぐらい、ね、小樽築港駅まで行って、そこから札幌の自宅に戻ると、そういう予定となりました。本当にね、冬の日本海えらいことになるでなんてね、いろんな人から聞いてましたけども、まさにドンピシャ、低気圧がねバーンと張り出してきた時に乗った、そんな楽しい船旅の模様でした。また同じ時期に乗りたいかと言われると微妙なところではありますけれども、これはこれでね、海の、そして大自然のなんていうかな、脅威というかパワーを改めて知る、そんな楽しい船旅になったななんていうことで、今回の船旅は以上になります。またね、いろんな旅の模様を動画でどんどんお伝えしていければなと思っておりますので、もしよろしければね、チャンネル登録をして違う動画お待ちいただければと思います。それから高評価やコメントなどもね、いただけると非常に嬉しいです。というわけで本日は以上になります。ではね、また別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。